サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはこちら、マスクカバーです。お出かけ先でマスクの保管場所に困った経験はありませんか？そんな時に便利なのがこちらのマスクカバー。市販のプリーツマスクや布マスクを保管することができます。とてもシンプルで簡単な作り方なので初心者さんにも作りやすいと思います。縫い方のコツなども紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではマスクカバーの材料を紹介します。今回は表地にこちらのリバティを使用します。そして裏地にはこちらのネイビードットのオックス地を使用します。使用する生地が薄地のタイプの場合は接着芯を貼って丈夫にしてください。生地は縦22センチ、横12センチ、こちらにすべて縫い代1センチ足して裁断します。そしてこちら今回はワックスコードという紐を使います。20センチ用意してください。これはワックスコードでなくてもご自宅にあるこういったヘアゴムなどでも大丈夫ですし、こんな感じの紐でも大丈夫です。そしてこういったボタンをご用意ください。そしてこちら今回は飾りにこういったビーズを使いますが、こちらはなくてもどちらでも大丈夫です。今回ご紹介するマスクカバーはこういった紐とボタンで簡単に留めるタイプのマスクカバーをご紹介させていただきますが、こちらの部分をスナップやアメリカンホックなどで留めるタイプのマスクカバーとして作っていただいてもどちらでも大丈夫です。それでは表地の部分は縦22センチ、横12センチで縫い代1センチ足して型を取って裁断していきます。今12センチ、22センチでチャコペンで書きましたので、そちらに縫い代1センチ書いていきます。こちら立ちばさみで裁断していきます。縫い代1センチ足したところを切っていきます。こんな感じで切れました。続きまして裏地も縦22センチ、横12センチで縫い代1センチ取って裁断していきます。そして縫い代1センチを書いていきます。こんな感じで書けましたら裁断していきます。今回は表地に接着芯を貼っていくので大体でいいので合わせて接着芯を切っておきます。こんな感じで切っておきました。それでは接着芯を貼っていきます。こちら表面を下に向けておいて、こちら裏面の方に接着芯を貼っていきます。厚地用のしっかりしたタイプの接着芯を使うことをお勧めします。大体でいいのでこんな感じで貼っていってください。接着芯を貼っているのと貼っていないのではだいぶ違うので、接着芯は布小物を作る時にはかなりおすすめです。ではこんな感じで接着芯が貼れました。まずこちらワックスコードだいたい20センチぐらいでご用意ください。そして今回はこちらにビーズを通して飾りとして使います。穴が開いてますので通りにくい場合は先っぽをこんな感じで斜めに切ってみてください。そうすると紐が通しやすいです。こんな感じで通りましたらこんな風な紐を用意します。それではこちらの紐このようにできましたら本体の中央のところにこのように留めて縫い付けます。中央の部分測ってこんな感じですね。そしてこちらの中央のところにこんな感じで端のところにつけておきます。だいたいこの端のところから 2,3 ミリのところに縫い付けておいてください。
んな感じでつけることができました。この余分なワックスコードはいらないのでカットしておきます。それでは本体に紐をつけましたら、本体と裏地を中表にして待ち針で留めていきます。こんな感じですね。そうしましたら、この横のところ5、6センチの返し口を開けて、この周りをすべて縫っていきます。最初は返し縫いでスタートしてください。そしてこちらワックスコードの紐のところは何回か返し縫いをしてしっかり縫い付けて進んでいってください。だいたい5、6センチの返し口を開けて返し縫いして、こんな感じですね。開けておいてください。そうしましたら余分なところ、この角のところですね、こちらをカットしていきます。こういった角のところをのように切っておくと、表に返した時に綺麗に返すことができます。こんな感じですね。そうしましたら、こちらの返し口のところ、こちらを表に返していきます。角の部分はこんなチョコペンとかでも何でもニッパーなどを使って、こちらここ奥まで行ってしまうと生地が切れてしまうので、この先の方だけを使って角をきれいに出してあげます。この気をつけてくださいね。こんな感じですね。表に返しましたら、アイロンできれいに形を整えていきます。ワックスコードにアイロンが当たらないように気をつけてください。このアイロンの熱でちょっと溶けてしまったりもしますので、こんな感じですね。それではこちらの返し口の部分を閉じるために周りをステッチしていきます。端から 2、3mm のところをステッチしていってください。こちらの返し口のところを手縫いでまつっていただいてもどちらでも大丈夫です。ちょっと行き過ぎてしまいました。こんな感じですね。それではボタンをつけていきます。このような感じになりますので、だいたいどこの位置につけるかということを決めておきます。そしてボタンをつけていきます。この裏地の方に糸が出ないように気をつけながらボタンをつけてください。こんな感じで完成しました。マスクカバーが完成しました。こういった手作りの布マスクでも市販のプリーツマスクなどでもどんなサイズでも入るサイズとなっております。こんな風にお出かけ先で飲食の時などにマスクを保管するのにもこのマスクカバーがあるととても便利だと思います。ぜひ作ってみてくださいね。